皆さんこんにちは、みさとです。ここは JR 奈良駅の西口です。JR 奈良駅といえばこちらの駅舎が有名ですが、西側はこういう感じだったのですね。さて今回は今年も3月から運転している特急まほろば号に乗ってきました。臨時特急のまほろば号、鹿諸くんも応援してる？ホームに上がると結構賑わってます。このお客さんたちは団体ツアーで乗車のようでした。さて、17時33分頃に奈良山駅方面から特急まほろば号が入線。さすがに普段は特急列車が来ない JR 奈良駅に珍しいのが来てるから、ホームは騒然としますよね。席に着くと前座席の網ポケットに奈良市内バス路線図とまほろば号乗車記念カードが入っていました。そして17時41分、定刻にまほろば号は奈良駅を発車。何人もの駅員さんやお客さんからお見送りを受けての発車です。お待たせいたしました。JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。特急まほろば大阪駅です。変わりませんと到着時刻のご案内いたします。次は新大阪です。18時36分、午後6時36分に着きます。新大阪の次は終点の大阪です。大阪には18時43分、午後6時43分です。大阪までの途中停車駅は新大阪のみ。かなり割り切った停車駅なのですね。郡山駅を通過中。回送列車以外は通過はないと思うし、レアな体験ですね。この先、王子駅まで営業列車の通過はないはず。近鉄の橿原線がオーバークロスしました。大和路線のこの区間は比較的直線なので、速い速度をキープして走ります。大和小泉駅、そして法隆寺駅を通過です。法隆寺駅と王子駅の間で渡る大和川。大和川は王子駅を出るともう一度渡った後、奈良、大阪県境の区間で何度も渡ります。大和川を渡った後、少しだけ川沿いを走り、近鉄田原本線がオーバークロス。王子駅手前で D51 型蒸気機関車を横目にしつつ、王子駅を通過します。王子駅は駅の前後に比較的急なカーブがあったりするので、そんなに速度を出して通過できないのでしょうね。ひょっとすると先行列車で少し抑止もかかっていたのかもですが。加速しながら再度大和川を渡ります。3号駅を通過するとトラス橋を渡って奈良、大阪県境の峡谷エリアを走ります。この付近は亀の瀬と呼ばれる地滑り多発地帯。昭和の初め頃まで対岸を走っていた関西本線は地滑りにより亀の瀬トンネルが崩壊。現在の大和川南側に線路を移して復旧したとか。このため法隆寺駅から柏原駅の間は6回も対岸に渡る線形になったそうです。近鉄大阪線がオーバークロスした後、少し距離を置いて並走する近鉄大阪線。まもなく柏原駅を速度を保ったまま通過。八尾駅を通過すると上下線の間隔が広がって行き、かつてここにあった流下操車場の痕跡を伺い知ることができます。大崎急行駅にて進行待ちのため2分ほど止まります。この駅でも珍しい列車がいるからチラ見するお客さんが多数。お待たせいたしました。まもなく発車いたします。久宝寺駅を発車する頃、西の空が夕焼けになってきました。
大阪東線の線路が分かれるあたりで再びサンダーチャイム。ご案内いたします。この電車は山手線からただいま大阪東線を走行しております。まもなくいたしますと、進行方向左側には旅の終わりを告げるように天王寺の壁のカルパスと夕日のコントラストの最高の景色を目指すと思います。進行方向右側の席の私はすかさずデッキへ、大和路線の上方面への単線の線路が近づいてくるところでした。車掌さんの粋な計らいの放送のおかげで素晴らしい夕日を見ることができました。ありがとうございます。上りのマホロバ号、こんな車窓を見せてくれるので捨てたものではありませんよ。ああ、乗ってよかったです。席に戻ると JR 春徳道駅の手前、近鉄大阪線の下を抜けて駅を通過していきます。近鉄奈良線との乗り換え駅の JR 河内江岩駅、大阪メトロ中央線との乗り換え駅の高井田中央駅、そして片町線、学研都市線ですね、が近づいてきて、難読駅名の花店駅を通過します。ご存知の方も多いかと思いますが、大阪東線は列車を追い越す設備がありません。なので、快速や特急を走らせても、前を走る普通列車に追いついてしまうので、特急でもこんなにゆっくりな走りなんですね。ちなみに、マホロバ号の急報時発は18時9分。先行の普通列車は18時1分発で8分先発。大阪駅到着は2分差となっています。花店以北ではほぼほぼノロノロ運転だったので、もう完全に追いついていたのでしょうね。だいぶ暗くなってきたところで淀川を渡ります。JR 淡路駅を通過中、工事中の阪急京都線千里線の高架が物々しい。新大阪駅到着前の放送も流れています。東海道新幹線の高架も見えてきてオーバークロス。右側に分かれて吹田貨物ターミナル駅へ向かう貨物線。そして神崎川を渡ると南吹田駅を経て東海道本線に合流して並走します。まもなく新大阪です。JR 京都線、新幹線、地下鉄線はお乗り換えです。新大阪、この車両の乗降はなかったようです。ということは、マホロバ目当てで乗った方だけだったのかも。この車両については。京都行き特急はるか号と入れ替わるように発車です。あと一駅、マホロバ号のラストスパートです。特急まほろば大阪行きです。次は終点大阪です。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点大阪です。見慣れた淀川を渡る景色も茜色に染まる夕景で、マホロバ号の旅の終わりを飾ってくれました。ご案内いたします。和歌山方面特急クロス27号。こうして奈良駅から1時間と2分、マホロバ号は開業間もない大阪駅の22番乗り場に到着しました。私の乗った1号車は通路側の席が何席か空きがありましたが、お隣の団体さんの乗っていた2号車はほぼ満席だったようで、降りるのに時間がかかっていました。しばらく停車の後、マホロバ号の編成は今走ってきた新大阪方面へ改装されていきました。
奈良から1時間ちょっとお世話になりました。ありがとうございました。その後、新しい梅地下大阪駅の近未来なところ、顔認証自動改札機やホーム案内のデジタルサイネージなどをしばらく眺めた後、帰路に着きました。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。